はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介するヴィンテージサックスコレクションズということで、今週もですねまた珍しい、ヴィンテージサックスを紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、今回紹介するヴィンテージサックスはこちらです。キングのスーパー20、シルバーソニックという、モデルになります。以前スーパー20フルパールっていうのを、紹介したことがあると思うんですけれども、そういった同じようなモデルですね。今回も、3つのトピックに分けてまたご紹介をしていきたいと思います。ぜひですねこの輝かしい、このシルバーソニック、紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい。では最初のトピック、スーパー20が、よりシルバーにということで、最初にちょっと音チェックしてみましょう。なんかすごいね、ビシッとなるというか、本当になんかまっすぐなるサウンドだなっていうのが印象ですね。で、こちらですね、前、スーパー20のフルパールっていうのを紹介したんですけれども、そのシルバーソニックバージョンということで、シルバーソニックという名前になって、シルバーがね、さらに、多くなりました。で、このベルの部分がね、まさにシルバーになって、で、今度この中がね、インナー GP というですね、ゴールドプレートみたいな、落下がかかっているというようなモデルになります。特別モデルじゃないですけども、スーパー20よりももっとこう、新しいモデルですよね。っていう風な形で出たモデルです。で、スーパー20ってね、実はね、結構キングの中でもロングモデルの、シリーズで、実はね、こう、いろんなこの段階のところでこう区切られて、シリーズ6まであるんですよ。で、やっぱりスーパー20の、全盛期、これ実は前のフルパールでもお話ししたんですけども、やっぱシリーズ1とか2あたりに作られてたものがね、やっぱHN ホワイトとかのこのまだ職人とかが残っていた頃っていうのもあって、やっぱいい音してるんですよ。で、だんだんちょっとずつこうやっぱ安価になっていってしまうので、後ろの方のモデルになってくると少しこう、最初の頃のスーパー20とはちょっとまた異なるかなっていうような、そういったところがありますね。で、今回の僕のシルバーソニックはですね、1989年頃製造されている、比較的もう新しい方の、シルバーソニックになります。で、シリーズ、6というですね、最後の、シリーズというか形になるんですけれども、実際、このシルバーソニックっていうのはね、シリーズ2というあたりから作られてました。1950年頃ですかね。それくらいから作られていた、新しいスーパー20プラス、またシルバーソニックっていう形で出たモデルになります。はい。では次のトピック。初期と後期の違いとは、シリーズ1と比較してみようということで、今回これシリーズ6、シルバーソニックですけども、キングの、本当に最新の方ですね。後ろの方で作られたものですね。で、こっちがシルバー、普通のスーパー20フルパール。という形で、これシリーズ1。まさにまだ、キングのスーパー20ができた頃の、モデルになります。で、ネックとかはね、やっぱりね、この、シルバーなんですけれども、見てもらうとね、やっぱね、ここのね、部分がね、ちょっと変わってきてるんですよ。で、キングっていうのは、少しこの、太いというか、形で、ここにね、こういうマークとかもなかったんですけれども、そういったところが、なくなっちゃいましたね。で、このダブルソケットってキングのシルバーソニックとか、あとコーンとかでもあったんですけれども、このダブルソケットっていうのが、ここもね、なくなっちゃった部分でもありますね。で、あとね、やっぱ、シルバーソニックはないんですけれど、このスーパー20だとやっぱここのね、3つのリングであったりとか、こういったのもまた一つになってしまったりとか、少しずつね、やっぱ全体的に簡素化されているなっていうイメージがすごくありますね。なので、また、キングのまた、シリーズ2とかの、シルバーソニックがまたちょっと変わってくるかなと思うんですけれども、そういった、ちょっとずつやっぱりこう見ていくと、少しずつ後ろのシリーズになってくると、少しずつやっぱりなんか安価な流れになってきてしまっているのかなっていうのが、印象としてはありましたね。はい、最後のトピック、現行との違いということで、持った感じはね、やっぱりこう今のとはちょっと違うかなという、なんかこうちょっとそんなに手にフィットするっていう感じではないんですけれども、でもキーワークとしてはね、全然そんなにこう難しくは感じない、モデルですね。で、やっぱね、シルバーソニックの一番難しいところってね、実は結構ね、ピッチのね、差が大きいんですよ、音域によって。特
特に高音域がねものすごいハイピッチすごい高くなりますね。だから結構その今みたいにある程度どの音域でも普通に吹けばある程度ピッチが補正じゃないですけど吹けるんですけど、キングはねある程度口で鳴らすというか、そういったことをしないとなかなか難しいサックスですね。そういったところが現行との大きな違いかなと思います。はい、では最後にこちらのキングスーパー20シルバーソニックを使ってホールニューワールドをちょっとお届けしたいなと思います。ぜひねこのまっすぐ伸びるようなサウンドを楽しんでいただけたらと思います。ぜひ聴いてください。いかがでしたか？このキングのこのシルバーのサウンド楽しんでいただけたんではないでしょうか。こちらの動画、もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そしてねこの、スーパー20シルバーソニックの、何か質問などがあればぜひコメントに寄せてもらえたらと思います。またねこちらレンタルとかもやっております。ヴィンテージサックスコレクションズの、ホームページを見ていただくと写真なども上がっていますんで、ぜひそちらも、ご覧いただければと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。